皆さんこんにちは。当チャンネルを管理しているガイレズンと申します。しばらくチャンネルの更新を行っておりませんでしたが、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。本日相棒はおりません。私一人で頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、今回取り上げるのはソニーの XD カムである PMW-EX3 です。こちらです。標準の14倍ズームレンズ付きです。ご覧の通りごっついカメラで相当重いです。レンズとバッテリーを装着した状態でカタログ交渉で 3.6 キロあります。で、どうしてこんなに重くてごっついカメラを買ったかというと、それはもちろんかっこいいからです。それはもちろんテレビ局ごっこをして遊んでいるんだったら中古で買ってそう遠くない日に壊れる予想はできても、一度はこういうカメラを使ってみたいという野望がありましたので、そういう意味では夢が叶ってということになります。この大きさなので ENG 的な使い方もできなくはありません。後ろの方にショルダーパッドがついておりまして、これを伸ばしますと、はい、担ぎますね。はい、このように肩に担いで使うこともできます。とはいうものの、肩の部分、ここですね。この部分に重心があるというわけではないので、長時間このスタイルで撮影するのはちょっとしんどいと思います。おそらくは三脚に乗せてしっかり据えて撮るというスタイルをメインに据えての設計ではないかと思います。ボディの側面にシネアルタのロゴがありますが、デジタルシネマ撮影にも対応したということではないかと思います。これの先祖がスター・ウォーズを撮り、これの子孫がトップガンマーヴェリックを撮ったと思えば、個人的にはとても感慨深いですね。このカメラの特徴がレンズ交換のできる 3CMOS センサーのカメラという点です。ちょっと開けてみましょう。よいしょ。いいよ。はい。こんな感じです。今でこそ1インチ以上ぐらいのセンサーがあれば十分きれいに撮ることができますが、昔からビデオをやっている人にとっては3番センサーというのは憧れの的でした。ずいぶん前に買った家庭用の DV カメラである TRV900 の時も4分の1インチの CCD だったのですが、3分の1センサー単板の TR5 と比べても明るさや階調表現の豊かさが圧倒的に優れていました。その経験があるからこそ3番式カメラへの憧れは特に大きかったと思います。実際 3CMOS の EX3 と1インチ 1MOS の NX100 を比べると画質的に比べても大きな差はないように思います。今後 EX3 と NX100 と ZV-1 とすなわち各エグズモアセンサーの画質比をレビューしていきたいと思いますので、ぜひご期待ください。センサーでいくとおそらく画像処理エンジンの性能差が大きいとは思いますが、ゲインアップには弱いと思います。競技なら 18dB や 24dB ぐらい楽にゲインアップできますが、 EX さんはプラス 18dB が最高の限界で、見た感じ 9dB を超えるとノイズ感が出てきてちょっと使いづらいかなと思います。昼間の撮影では全然問題ないんですけども、夕方の撮影はちょっとどうしようかなと考えてしまいます。では続いてレンズを見ていきましょう。付属のレンズは VCL64B2X でフジノン製の14倍ズームです。5.8mm から 81.2mm なので 35mm フィルム換算で約 31mm から 440mm です。ぼちぼち寄って撮ることができます。F 値はズーム全域にわたって 1.9 通しです。フィルター口径が 77mm もあるので
この明るさを実現できているのではないかと思います。このレンズのいいところが、もちろんサーボも入っていますが、アイリスはもちろんフォーカスやズームがメカニカルで、端っこすなわちエンド端が存在することです。その分繊細なレンズ操作が必要にはなりますが、ズームなど操作した感覚が直接画面に反映されるのはとても気持ちがいいですね。NX100 のズームレンズのロータリーエンコーダーの分解能がすごく低くて苦労しておりますので、この爽快感はとても気持ちがいいです。限られた予算の中で HD レンズで14倍ズームができ、相当頑張っているとは思いますが、条件が悪い時のレンズ集差についてはちょっと注意が必要です。これは EX3 を買う前に散々外国の方の YouTube チャンネルを見て画質を研究したつもりでしたが、これは見抜けませんでした。逆光、望遠、開放、さらに木の枝というわざと最悪の条件で撮った絵がこれになります。若干偽の色、偽色が出ているような気がします。これについては F5.6 から8ぐらいに絞って撮影をすればある程度は解決することができます。19倍とかではなく14倍と控えめな望遠にしているのもそういう意図があるのかもしれません。ちなみにですが、テレビのニュースで桜の開花のニュースを見ることがありますが、よーく見ると偽色が出ている場合があります。もしかすると放送局のカメラマンもレンズ集差には悩まされているのかもしれませんね。続いてサーボズームを見ていきます。昨今のズームは業務用でも上位ランクのものにしかありませんが、このレンズはサーボのズームをするとズームリングが動きます。もちろんアイリスについてもメカニカルにサーボで動きます。メカ好きのおじさんにはたまらなくかっこいいですね。一つ惜しいのが説明書にも書かれているのですが、レンズ本体の個体差によりゆっくりとしたサーボは効かないという記載があります。サーボの切り替えスイッチもこんなに小さく、しかも古いレンズなので切り替えスイッチがものすごく硬いです。これはレンズそのものを小型化し、サーボユニットも小さくしているので、サーボのパーツを小さくせざるを得なかったからだと思います。先ほどから厳しいことを申し上げてはいますが、付属のキットレンズとしては十分頑張っているかと思います。発売した2008年当時はこの手のレンズとしては珍しく、レンズ内手ブレ補正が入っています。レンズシフト方式の手ブレ補正ですが、これについてはさすがに最新の機種の方が圧倒的に性能がいいです。これは仕方ないかと思います。というか、最近の手ブレ補正技術がすごすぎという話もあります。レンズはこのぐらいにして、撮影に欠かせないビューファインダーを見てみましょう。カタログ交渉値は 640×RGB3 色 ×480 で約92万画素あります。特筆すべきはアイピースカップになっているということです。92万画素しかないのに、このおかげでピントの山はとてもつかみやすいです。老眼のおじさんでも大丈夫です。もちろん一時的に拡大表示をさせてじっくりとピントを追い込むこともできます。ピーキングについては最近あるような色をつける方式もありますが、ビューファインダー上のシャープネスを無段階で調節できるので、これは本当に使い勝手がいいです。2回目になりますが、老眼のおじさんでも大丈夫です。露出の決定はよくあるヒストグラムとゼブラがメインになります。画面の中心に明るさの表示が出るのはとてもありがたいです。画面全体の明るさを見るヒストグラムは NX100 ほどは良くなく、どこが 70% ぐらいでどこからが 100% を超えるのかちょっと見づらいです。私の場合はアスペクトマーカーをうまく配置してだいたい 70% のところに線が来るようにしています。このゼブラの機能は
本当によくできていると思います。指定した明るさ、私の場合は 70% を指定していますが、指定した明るさはもちろん 100% いっているところも濃いめの縞模様が表示されるので、明るく飛んでいるところをすぐに見つけることができます。このあたりはより放送用に近い機能としておじさんは大好きです。アイリスはスチールレンズのように F5.6 から 6.7 に一気に変わるというわけではなく、微妙に回すと明るさが変わるので、ここを微調整してちょうど良い明るさに追い込むことができます。ここで悩むのがボケ具合のコントロールです。このレンズで晴れた屋外でボケ味を出すには F2.8 ぐらいだと明るすぎて画面全体が白く飛んでしまいます。仕方がないのでシャッター速度を125分の1にしつつ、ゲインもマイナス 3dB に設定し、わざと暗くしてやっとこさ絞りを 2.8 から4ぐらいにしています。しかしながら F1.9 はもちろん F2.8 ぐらいでも被写界深度が相当浅いので、ピントは取れるには取れますが、欲しい範囲にピントを合わせて欲しい範囲をぼかすには構図から工夫をする必要があります。撮影時のフォーマットは MPEG-2@ML の 35Mbps です。カラーサンプリングは 4:2:0、XD カム自体が放送用のフォーマットなので、波とか波紋もきれいに撮ることができます。このあたりは AVCHD の17メガや24メガ bps とは違うすごくいい点ですね。そしてメディアは S/S というメディアです。SD カードと違って信頼性に重点を置いた設計のメモリー媒体です。入れ物はかっこいいですね。これをカメラのメモリースロットにセットして使います。これは32ギガの S/S メディアですが、空っぽにしてだいたい100分ちょっとぐらい記録できます。さて BMW EX さんの総評をしたいと思います。動画を撮影する道具としては重さがとても重いです。操作もすごいデリケートで、雑に撮ったら綺麗に撮れない、ある意味で難しいカメラです。撮影時に気を抜くと途端にダメになります。しかし露出もレンズ操作も丁寧に行えば、しっかり粘って期待以上の絵を撮ることができると思います。使い始めてから半年以上経ちましたが、やっとこさ EX さんの癖が分かってきた感じです。販売してる価格帯定価ですねが一般の人向けの価格帯じゃないので、 EX さんを使おうという人は必然的に限られてくるとは思いますが、使っていて大変面白いカメラですね。最近のカメラは自動化が進んで、まるでオートマティック車に乗っているような気分がしますが、ギアもマニュアル車みたいに機械と協調して撮るという楽しみが EX さんにはあると思います。頑張って中古で出てきたのを買って、おじさんは大満足です。さて次回ですが、 BMW EX さんのテスト撮影をした映像を中心にお送りしていきたいと思います。一つ前に NX100 でやったようなどこまで寄れるかとか、ボケ具合はとか、ゲインアップの性能は、デブレ補正はなどの事前に決めたテスト項目に従って撮影した映像の評価を行っていきたいと思います。それではこの動画を見て参考になったなという方は高評価を、まだの方はチャンネル登録をぜひお願いします。